や、メタン。こんにちは、ズンダモン。今日はなんでこんなところに集合なのだ？ウプ主が私たちの動画を作ってみたかったそうよ。ウプ主ってあの暇人のこと？あ、そうね。帰るか。まあ話を聞くだけでもいいじゃない。めんどくさいのだ。なんで暇人の趣味に付き合わなきゃいけないのだ？そもそもあの暇人ってほとんど動画作ったことないんじゃない？あら、電気が切れたわ。なんなのだ？参上。なんだ、アホ暇人か。おまんじゅう落としちゃったじゃない。弁償してよね。私が金を持っているわけなかろう。開き直りやがったのだ。いいからさっさと電気つけてちょうだい。あと部屋片付けなさい。電気代は高いのだ。まったくしょうもない暇人なのだ。まあ物価とか社会保険料とか高いものね。私も気持ちはわかるわ。いや、メタンは社会保険料払っているのか？テント生活なのに住所あるのか？あるわよ。そんなことより今日は何をすればよいのかしら？諸君は今後日本がどうなると思うかね。少子高齢化で人口減少も始まっている。我々に残された道はいかにして楽に金を稼ぐかだ。それには手に職をつけることが重要だ。そのためずんだもん動画の作り方を学ぼうと考えた。いやいや、お前が今さら学んでどうするのだ？そうね、将来を担う若者にもっと有用なことを学んでほしいわね。私が学んで若者に伝授することで金稼ぎ、社会貢献につながるのではないか。このアホ暇人、世の中そんなに甘くないわ。コツコツ働け。動画制作初心者が稼げると思っているのか？ずんだもん動画で稼いでる人の話を鵜呑みにしたのかしら。動画制作がどれだけ大変か分かっているの？ずんだもん動画では楽して金稼ぎできないのか。そうか。では次の手段だ。極秘企画書を渡す。これでどうだ？何この落書き？何書いてるかわからないわ。極秘企画書だ。ついにも見たか。画角書なのに落書き1枚。私は一日中ガムを噛んでいる。もはや試食と言っても過言ではない。そこでだ。近頃のガムは携帯性にすこぶる悪い。ケースではなく紙に包まれているのだ。粒ガムは持ち運ぶと必ずバラバラになる。顧客会議とかでもガム食ってたんじゃないのだ。はあ、それで態度悪って仕事をされたのかしら。だからいつも今なのか。諸君、この究極の問題を解決したいと思わないかね。いや、別にどうでもいいのだ。まあ世の中に不便に思う人はいるかもしれないわね。さすがは同志だ。漆黒の目だな。いや、同志じゃないけど。この設計図をもとにガムケースを量産しようではないか。これ設計図だったの？そうだ。ちなみにこれを参考にした。あ、なるほど、これね。ただのパクリじゃないのだ。で、どうやって作るのだ？以前作成したフリーキャドの説明動画を見ていないのか。あ、勉強なんて嫌いだから見てないのだ。まったく、今後の私の生活のため、未来を背負う若者のため、メタン先生に一肌脱いでいただこう。なんで私？メタン、すごいのだ。潔く僕の身代わりになってくれ。ずんだもんが何も勉強してないから代わりに説明してくれ。まあなんとなくやりたいことは分かったわ。フリーキャドの説明すればいいのね。その通りだ。儲かった分は山分けしようじゃないか。メタン、この大暇人の小遣い稼ぎに付き合わされていいのか？いや、めんどくさいけどどうせ儲からないからほっときましょう。教えて、メタン先生。ここからはウプ主に代わって私メタンが解説するわ。まずはケースの中身を作成するわ。パートデザインを開いてボディを作成。スケッチで設計図の緑色の枠線を描きます。イメージとしてはちょうど棺桶のような形状です。棺桶の外側を描いてから内側を削り取るように作図していきます。スケッチはグリッド線に合わせて描くと素早く簡単に描けます。ここでは高速という機能を使って長さを調整しています。高速というのは図形を固定したり揃えたりする場合に使います。ただ趣味で製図する分にはフリーキャドが勝手に高速を設定するので長さや角度を測るものぐらいの認識で構わないわ。設計図通り
横 24mm、縦 95mm に設定しました。一応ボディに名前を付けておきましょう。次に棺桶の内側をくり抜く図形を作図していくわ。設計図の赤線の部分になるわね。棺桶の外側と同様にグリッドを使って位置を調整しながら描きます。棺桶の枠が 1mm の太さなのでグリッドで 1mm のサイズを確認しながら作図すればよいわ。くり抜く図形を作図したら 1mm 上方にずらします。これは底面も 1mm の厚さにするためです。スケッチの G の値を 1mm に設定します。では棺桶の外枠を押し出します。長さは設計図通り 15mm です。次に棺桶の内側をくり抜きます。ポケットを使いましょう。ポケットで貫通を使って一気にくり抜きます。これでガムケースの内側部分は完成です。次にガムケースの外側を作成します。ガムケースの内側と外側は接触してはいけないので新しくボディを作ります。一応ボディに名前を付けて分かりやすくしましょう。ではスケッチを始めます。今度はケースの前面から作図したいので XG プレーンを指定します。ケースの内側より 0.3mm 隙間を空けたいのでグリッドを使って 0.3mm を確認しながら作図していきます。画面の拡大縮小を駆使してグリッドに合わせましょう。フリーキャドのバージョンによってはグリッドのサイズを 0.1mm 単位に変更する必要があります。フリーキャドのバージョンによって多少操作方法が異なるので注意してください。次に一番外枠を描画します。完了したら作図した図形を押し出しましょう。ケースの中身と同じ長さの 95mm 分押し出しましょう。さてあとはケースの中身を取り出せるように丸く切り込みを入れましょう。スケッチを追加します。側面から見た状態で作図したいので YG プレーンを選択します。さて円形に切り抜くわけですが円の中心点を決めなければいけません。そこで縦に線を描いてみましょう。そうするとちょうど線の真ん中に赤い印が表示されます。この赤い印を利用して円の中心を決定しましょう。円を描いていきます。描き終わったら先ほどの線は消しましょう。あとはこの円の形状をポケットを使って削り取ります。これで完成です。だいたい3分半ぐらいで精査できました。フリーキャドでとても簡単に作れることがお伝えできましたでしょうか。次にファイルの保存を説明します。まずフリーキャドの設計データを保存します。ファイル、名前を付けて保存を選択。適当なファイル名を入力して保存を謳歌します。次に 3D プリンターで印刷できるように STL ファイルをボディごとに保存します。保存するボディを選択してファイル、エクスポートをクリック。ファイルの種類が STL、メッシュになっていることを確認。ボディごとにファイル名を変えて保存してください。続いてスライサーソフトに取り込みます。作成した STL ファイルをドラッグ&ドロップします。あとはお使いのスライサーソフトで印刷しやすい配置や向きに変更してください。しばらくウプ主はどう配置しているかご覧ください。ちなみに今回ウプ主が使用した 3D プリンターはレンダー 3V2 という機種をごちゃごちゃ改造したものだそうです。ファームウェアもいろいろいじったので正直自分はどこをいじったか忘れたとか言ってました。このようにそれぞれ環境も設定も異なるのでここでは細かく説明するのは控えたいと思います。大抵のスライサーソフトはスライスすると 3D プリンターがどのように印刷するか見れる画面が表示されます。 3D プリンターを持っていなくても印刷する過程のイメージを確認できます。以上となります。最後に印刷映像と完成品の画像をお見せします。あ
あとウプ主の話ではケースを作ってみたはいいもののガムが取り出しづらいと言ってました。こんな感じで取り出しやすいように切り込みを入れた方がいいよとのことです。せっかくこの動画をここまでご覧になったので、切り込みを入れるのは少ないとしましょう。いろいろ試してブラッシュアップしてみてください。それからケースの内側と外側のクリアランスですが 0.3mm としていました。ウプ主の経験則では 0.2mm だとシンデレラフィットしてケースの蓋がスライドできないはずと言ってました。なので 0.3mm がちょうど良いと思うけど、大きいものを作るときは 0.5mm くらいクリアランス取らないとはまらなくなるよ。あくまで参考までにとのことでした。それではお暇な方は引き続き印刷動画を眺めていてください。ではご視聴ありがとうございました。